ニコハシチャンネルのみーたんです。本日はウーバーワールド &CN ブルーサマーライブインジャパンアンリミテッドチャレンジに参戦いたしますイエイということで今回もねまた横浜の方に来ております。今年さめっちゃ横浜来てるんだけど CN ブルー推し活でもなんと今日はいつものパシフィコではなく初のピアアリーナ MM でございます。イエーイ。今回対バン形式のライブなんだけど、ミータンフェスとかはよく行くけど対バンって行ったことないから正直どんな感じか全くわからない。でも一応ウーバーワールドさんの曲なんかクルーの方とか SNS でなんかこの曲とかおすすめですよっていうのをなんか見つけて聞いてみたりはしました。でもなんか思ったけど今年意外と CN ブルーって日本で初ライブなんだよね。4波はソロでさ1人で来てたけどで5月にさファンミもあってさファンミの最初の方にライブパートもあったけどなんかでもあれはあくまでファンミがメインじゃん。ライブはさ曲6曲ぐらいとかしかやらなかったしだからそう考えるとなんと初ライブでやばくない？もう今年半年経ってんだよいやーでも楽しみだってようやくなんかフルフルの CN ブルーをちゃんとライブとしてライブの CN ブルーが見れるなと思ってめっちゃ楽しみです。で今日はみーたんのお友達と一緒に参戦いたします。じゃあ登場してもらおうかなどうぞー。どうもちーちゃんです。いや恥ずかしいねなんかあっちーちゃんはずっとCN ブルーみーたんがね好き言ってたから、ずっと気になってはくれてた。そうずっと誘ってくれてたからそうでようやく今回曜日もね週末だったしっていうことでそう参戦してくれることになりました。ついに会えますついにねついに楽しみなんかねすごい曲もう予習ちょっとしてくれたりとかしてるからもう楽しみだね。楽しみ。ようやくご本人に会えるから、ね、そうずっとねメンバーの人がねかっこいいからね会ってみたいって言ってたからね、楽しみです。とりあえずねこれからちょっと会場の方に向かって、席の方についてもうあとは楽しむだけだからね、はい、じゃあ後々またレポでちょっと、あっちーちゃんの感想も聞いてみたいと思います。では行ってきます。バイバーイ。はいということで終わりました。いや横浜で終わった後に撮ろうと思ってたんだけどなんか雨が降ってきて、なんで急遽とりあえず先に帰ろうということで、いつもの見慣れた風景になりました。お邪魔してます。はいざっくり言うと構成的にはなんか CN ブルーが1時間ぐらいやって最初で10曲ぐらいかなやってその後に楽器チェンジみたいな感じで多分15分20分ぐらい休憩みたいな感じになってその後ウーバーワールドさんも1時間ちょっとかなで13曲ぐらいやったっていう構成でなんかコラボとかはなかったっていう感じでした、だからちょっとそういうのも期待してたんだけどなんかそれがないのがねちょっとなんか対バンってそうなのかなって思いつつもちょっと分かんなかったから、でそこはちょっと残念感もあるけどでも楽しかったかなっていうコンサートになってました。じゃあどうしよう感想ってかレポとしては先に先輩だからウーバーワールドさんからいくなんかみーたんとしては、なんかめっちゃなんだろうななんか CN とは確かになんかちょっと違う感じ曲とかも思ってた以上にこうなんだメッセージ性が強い感じがめっちゃしたなんかすごい歌詞とかも全部そのスクリーンに載っててだからすごいなんだろうなんか訴えかける自分の思いを訴えかけるみたいな歌詞になってたからなんかそれはそれでなんか新しいなと思ってみーたんはすごい良かったかなって思う、ね、映像も作り込まれてたし、文字で読めるから何言ってるかすごい、ね、伝わってきた。なんか学生の時にハマってたから知ってる曲あるかなと思って、結果的には1曲も知らなかったんだけど最近の曲多分だよねメインだったからでも久しぶりになんか若い気持ちに帰った。
すごかった。とりあえずなんかね、ファンのなんか応答みたいな、コール&レスポンスみたいな。そうなんかすごいファン層も若かったし、若かったね。シールブルーとのファン層がめっちゃ違くて、いや思った。なんか並んだ時にもなんかもうね、なんかもうテンションめっちゃみんな高くて、ですっごい差があったから、若くて男の子、女の子がいるのと、シールブルーだとなんか女性多くて、みんなちょっと穏やかな感じの人が多かったから、どうなるんだろうって思って、でウーバーすごかった。若かった。勢いもすごい。男性の声が分かる。男性がやっぱ多かったよね。なんか見た感じ、女性のクルーの方もいっぱいいたんだけど、男性はやっぱすごかったし、なんかやっぱ日本での公演だから多分クルーの人が韓国まで行くかどうか分かんないから、多分日本でみんな多分行く人が多いからっていうのもありそう。なるほどね。それもあるかなって感じ。エネルギッシュですごい新鮮でした。両方初めてだったんだけど、でもなんかその拓哉さんとかさ、すごいさ、CN ブルーに対してもなんか先輩なんだけど超リスペクトっていうか、なんかすごい東京ドームも絶対やるべきだよとか言ってくれたし、泣きそうになっちゃってそんな日産ドームとか埋めるアーティストが CN ブルーを見て、いや東京ドームやるべきだよって言ってくれるなんて、応援してたよね。めっちゃ嬉しい。めっちゃ熱かった。そうなんかすごい熱い方だなって感じたし、だからそういうのもなんかヨンファってちょっとヨンファも熱いんだよ結構、こうちょっとたまにふざけて見えるんだけど結構やっぱ根はすごい熱い人だから、多分そういうところでも気が合うんだろうなって思う。そうなんかそれも良かったなって思う。そうだね。よかったね。しかも拓哉さんがその韓国語を勉強してるって言って、韓国語でフル尺じゃないけど、Between Us CN ブルーの Between Usを歌ってくれて、それもすごい良かったね。なんか先に CN ブルーの後のウーバーだったから2回目に聞くのに、なんかまたファンが違ったのですごいみんな一体感があって、なんかもう2回目だからこそ楽しいし、なんか韓国頑張ってるっていうのがすごかった。しかもさ、でもさ、なんか CN ブルーはさ結構さメンバー3人プラスサポートメンバーで楽器普段やってるのね。そうなんだ。だから結構シンプルというか、ギターベースドラムって感じなんだけど、ウーバーワールドさんってサックスとか、ギターもその2ギターなのかな多分とかだったりするから、なんか音楽のちょっとなんかその同じ Between Us なんだけど、ちょっとなんだろう、雰囲気ちょっと違う。雰囲気となんかちょっとその音の複雑性みたいなのが入ってて、なんかそれもすごい良かったと思った。そういうのを楽しみるんだと思って、なんか違った感じの雰囲気だったよね。よかったよね。しかもあれ黙って練習したのが可愛いと思った。後々スタッフにバラされたらしいけど、めっちゃ可愛いと思った。めっちゃ頑張る。なんかそう韓国語頑張ったって言ったから、なんか喋んのかなと思ったら歌ったから、いやでもめっちゃすごいって思ったね。すごいね。普通に全然発音綺麗だったし、なんかすごいスタッフさんとかなんかちょっとなんかなんていうの可愛いって言ってたけど、でも逆もそうじゃん。その韓国人が喋る日本語も可愛いってみんな言うのと一緒じゃない。可愛かった。そうだからそれはめっちゃ良かったよね。確かに。いやじゃあ本命のCNブルースか。もうミーターはさ、もう最高しか言えない。なんだろうな、セトリもめちゃめちゃ良かったし、最初韓国語のそのなんかメジャー曲というか、結構歌う曲歌って、その後になんかその日本語の曲とか歌って、セトリもすごい良かったし、なんかもうちょっとなんだろうな、なんかシェイクとかさ、シェイクいつもシェイシェイシェイクシェイとかあるんだけど、あれとかでもさ、なんかちょっとクルーの人とか踊れないから、なんかこういう曲もあるよっていうのは分かるんだけど、なんかもうちょっと違うロックの曲でもいいなとは一瞬思ったけど、でも全然めっちゃ良かったし、なんかヨンファのてかメンバー全員の良さも出てたし、なんかミニョクなんかあんなになんか大丈夫と思って倒れちゃうんじゃないかと思って、一瞬ちょっとなんか白目っていうかなんか失神しそうになってて、ミニョクが映像で見た時に、そうなんかいつも激しいけど、なんだろう、より多分なんか先輩との共演、大先輩じゃん。だって10年ぐらい差があるから、ウーバーワールドさんと、だから緊張なのか分かんないけどすごかったし、なんかそれはすごい思った
けど、もうとりあえず良かった。もう何よりも良かったし、結構周りのクルーの人とかが、楽器チェンジの時に、なんかすっごいシエネブルかっけーみたいな、かっこいいみたいな、そうなんか嬉しかった。そう言ってくれたりとか、終わった後も X とか SNS とかでもシエネブル思ってたの全然違うとか、なんかすごいそういうのを書いてくださってるクルーの方がいっぱいいたから、それはめっちゃ嬉しい。この間のケイコンもめっちゃ嬉しかったんだけど、もう今回のもめっちゃ嬉しい。なんかそれはすごい思った。もうみーたんはもうファンだからさ、もうそうだね。そう、もうそんな感想なのよ。どう？あっちーちゃんは。もう正直なところ、舐めてました。お本当に舐めてた。いやいいよ、正直に。みんなから聞いてたから、すっごいね、もう年単位でずっとね、行かないって。そうそう、毎回ライブあるたびに誘いまくってんの。でね、予習したって言ったけど、ちょっとね、何か聞き間違えたのか分かんないけど、結局もうまっさらな感じで聞いたのと同じくらいで、すっごい衝撃走った。まずまあかっこいいのは置いといて、声やばい。曲も耳に残るし、なんかもう声もうめっちゃさ、もう迫力がある。でもうしみる。びっくりした。なんかもうかっこよかったね。私はもう引きつけられました。嬉しい。ヨーバかっこいい。すっごい私ミーターを見てて、終わった後にすっごい申し訳ないなと思ったんだけど、もうミーターはステージにめっちゃ集中すぎて全然構いきれなくて。いやもうね、完全に違うチームかなっていうくらいテンションは違かったけど、でもミーターの掛け声のおかげで余計楽しめた。よかったよかった。いやもう本当に。いや本当にね、声が綺麗で、あんなにスタミナ続くんだっていうくらいすごいし、ずっと走ってたでしょ。ファンサもめっちゃいい。あれサービスに入るのかな、ファンサ。降りたやつ、降りたやつはほぼ普段は降りないんだよね。そうなんだ。そう、でも拓哉さんも降りてきてたもんね。そうそう拓哉さんでも結構普通なのかな、普通そうだったよね。すごいみんなグータッチそうだね。そう、あれが一般なのかなと思った。ウーバーワールドさんの中の常識というか、そう CN はほぼなくて、そういうのが、だけどそう曲のマジセットリストが良かったな。初めて聞いたけど、なんかね、結構ね、なんか特に5曲ぐらい耳に残るし、コール&レスポンスもすっごい楽しめたし、私もね、何回か繰り返しやると3回目からもうファンみたいな気分でやれるから。そうだよね。結構難しくない。コール&レスポンスもなんかキャンストップとかね、キャンストッピーなーとかってなんか特別に別のワードじゃないから、言ってることをこうなんか言うって感じだから、確かにそれは結構わかりやすいかもしれない。マジで耳に残る。嬉しい。なんか舐めてた。本当に嬉しい。でもいや嬉しい。いやなんかそうなんかね、全然普通にさ言ってもらってもいいんだけど、なんかやっぱさこうアイドルバンドっていう名前で出てきてるから、なんかこうなんだろう、もちろんさそういう女性ファンがボイスは多いから、なんか4波がやったりとかするとキャーみたいになって、多分今回行ったのと今後もし単独とかで行った時多分ちょっと雰囲気は違うはずなのよ、でも歌ってる姿とかは全然一緒だから、かっこいい。そうもっとねアイドル寄りだと思ってたら、しっかりロッカーでした。でもね結構普段はねカメラに向かってウインクしたりとかしてるよ。それはそれでまた違った感じで超楽しめた。そう。MC はどうだった？ MC はね、なんかこれもなんか詳細に楽しめるんだなって、なんか韓国語講座も面白いし、めっちゃ日本語を勉強して喋ってるところもいいし、でそこをまたね、ジョンシンが解説してるところも含めて、なんかね、なんかもうほんと可愛いって感じ。そうだよね。そうなんかあんま今回 MC 長くはなかったじゃん。だけど対バンだったからかな。あと1時間っていう時間だったから、60分ぐらいだったから、そんなにって感じだったし、曲も多分やった方がっていう感じだったから、そうずっと拓哉さんの話したね。まず楽屋ラブって感じだったよね。なんかねずっとね持ち上げてた、なんかもうミュージシャンの先輩でずっとリスペクトしててって。なんか光栄ですっていうのをね使ってて、うわめっちゃ褒めるじゃんって思って、本当に好きなんだと思う、拓哉さんのことが。なんかそれはすごい伝わった、両方の2
2人からなんかわかる。なんかお互い褒め合っててすごくいいもの見たなって感じ。わかる。あとなんかグルテンフリーのご飯一緒に食べたっていうのはめっちゃウケた。そういやなんかさっき帰り道もなんか見たらグリテンフリーのラーメン食べてたんだよね。めっちゃ面白い。意識高いしそうまだめっちゃグリテン頑張るじゃんフリーってそうって感すごいじだったから、うんいやでも楽しんでくれてすっごい良かった。なんかミータンとしてはなんか一緒に来てもらって、いやなんかどうしようと思ってて、なんかこれでねなんか嫌とか言われたら、まあ、それはそれでさボイスとしてはさ何がダメだったってちょっと問い詰めちゃうんだけどでも本当になんかずっと帰り道もマジで4波やばいみたいな。かっこよかった。そう私はミータンに言われてる時は、なんだっけドラマあ入ったからジョンそうシンがめっちゃかっこよくて、今日とりあえずジョンシンを生で見れると思ってきたそうけど、席がジョンシン側だったんだよね。4番にもグイーンって下げて、あああもうかっこいいってライブ行ったらみんなそうなるの。もうやばいねって、わかる。ああよかった。そうでもなんかミータン的にはなんかコラボが最初なかったっていうのもあるし、なんか最後ウーバーワールドさんの曲終わって、記念撮影みたいなあったんだけど、そこ出てきた時に CN とかがもうアンコール用、いつもアンコールとかライブ T シャツ着て出てくるんだけど、着てたじゃん今日ライブ T シャツとマフラータオルつけてたんだけど、なんかそこでもう一曲ぐらいコラボするか、なるほど、なんかもう一曲ぐらい歌って終わればいいのにと思ったんだけど、そのまま写真撮ってさよならだったからなんかちょっとなんかみたいな、なんかそうなんだ。はあったかな。そこはちょっと残念っていうか、まあなんかいい意味でまた見たいなって思わせてくれる感じだったと思う。そうなんだ。いやもう音楽系のライブが初めてだったから、なんか最後はねささっと終わって、なんかいや普段はね結構アンコールとかで出てきてくれるマジでちょっと見たいな。2回ぐらいは出てきてくれるから。そんなに、めっちゃサービスするじゃん。で本当に最後の公演とかだと、もうアナウンスがなってるの、もうこれから規制退場ですって言うんだけど、ファンの人がもう一回アンコールとか言ったら、じゃああと1曲とか言って出てきてくれたりもするから。そうめっちゃサービスするね。てか盛り上げるのうまいね。いやそういやなんかすごい今ねちょっと単独も興味を持ってくれてるんで、もうねCN が先だったから、CN ブルー見た時にもう心の中では見たいに後で次も呼んでって言おうと思ったその後ウーバー見てで、後でもうねなんかもう報告会みたいな、そうどうだったみたいな、そうとりあえず電車の中で一回整理してみたいなね、なんか引きつけられた側としてはちょっと1時間はね短かったよね。そうだよね。もうちょっとそのバラード系の曲とかなかったの。あんまり普段バラード系も歌うんだけど、そうだからそれもなかったから、そういったとこもねちょっと見てほしいなって感じはあるからそうちょっと単独ね、ちょっと今回8月にあるけど、東京あるけど、まあ、8月ちょっとね連休ってこともあるから、ちょっと次またね単独あった時にはちょっと週末の時間帯で出るかな武道館が平日多いからなっていう感じはあるけど、最悪休みは取るね嬉しい、やったでも開始7時とかだから全然いける。そう意外とグッズとかね、もし買わないんだったら、その場でチケットも分配できるんで別で入れますんでそうだね。そうなんで割った嬉しい。これからだからあっちーちゃんがもしかしたら動画にちょくちょく出てくるかもしれないありがとうございます。嬉しい。本当にもう手配はねもうミーターもうそうミーターが全部やります応援したくなるグループだね。もうちょっとその単独の良さも見てほしいなと思う。ちょっと見たら入るかもしれない。そうなんでちょっと皆さんそのあっちーちゃんが今後出ることも期待してください。お邪魔してます。はい、じゃあそんな感じでまた次はね4波のソロコンがありますので、またそれもレポしたいと思います。ではバイバーイ。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。